くり勉強チャンネル。こんにちは、レイムよ。今日は極限の計算をしましょう。問題はこちら。次の極限を計算せよ。リミット n が無限大に近づくときの x 分の sin x の n 乗。ただし、x は実数とするわ。早速考えてみましょう。ないとは思うけど初めに確認しておくわ。今日の問題は x の極限ではなく n の極限よ。勘違いしないように。問題の状況を確認しましょう。x は適当な実数に固定されているわ。明記しなかったけれど x イコール0では定義されないわよ。与えられた極限は次のように定義された数列の極限として考えられるわね。初項を1、公比を x 分の sin x とした等比数列。等比数列の極限なので、公比の値によって収束性が変わるわ。具体的には、公比の絶対値が1未満であれば0に収束し、そうでなければ発散する。であれば、まずは公比の振る舞いから調べる必要があるわよね。方針が決まったところで、回答を見せましょう。初めから言ってしまうけど、公比の絶対値は常に1未満なの。調べる必要があると言ったのにごめんなさいね。この事実について証明をしましょう。0超1未満の実数 z を用意しましょう。すると、この z を用いたある積分についてこのような関係が成り立つわ。右辺の非積分関数は常に0以上で、0に一致するのは w イコール0の時だけ。なので、z が0でなければ積分の値も正だと言えるの。この非積分関数の分母と分子に 1-√1-w の2乗をかけてみましょう。それから、積分をこのように分けてみるの。すると、積分の値はこのように表せることがわかるわ。ここで、z イコール sin x とすると、x が0超2分の π 未満の場合に成立が言える。また、sin x の絶対値は1以下なので、x 大なり1ならば成り立つこともわかる。π は2よりも大きいので、これまでの議論によって、x が正の場合に成立することは示せたわね。公比は x の偶関数なので、x が負の場合においても同様に成り立つと言えるの。公比の絶対値が常に1未満であることが証明できたわ。次に進みましょう。回答の続きよ。定義域全体で公比の絶対値が1未満だと分かった。なので、与えられた極限は x がどの値でも0に収束すると言えるの。結論よ。x イコール0では値は定義されないけれど、それ以外の場合には0に収束するわ。少し補足をしましょう。今日の問題の極限は、x が特定の非ゼロ実数に固定された状態で考えたわ。つまり、今の時点で得られた結論は、x イコール0でない確点で値が0に収束するということなの。いわゆる確点収束というもので、一様収束とは異なるものよ。間違えないようにね。さて、問題の回答は終わったけれど、少し物足りないわね。なら今日は、もう少し厳密な議論をしてみたくない？同じ問題をより厳密に考えてみるわ。次に進みましょう。厳密な表現で証明しましょう。イプシロン n 論法というものを用いると、問題の状況はこのように表せるわ。すべての正のイプシロンと非ゼロ実数 x に対して、次の性質を満たす自然数ラージ n が存在する。すべての自然数スモール n に対して、スモール n 大なりラージ n ならば x 分の sin x のラージ n 乗の絶対値小なりイプシロンを満たすこと。わかるかしら？難しいわよね。スモール n が特定の番号よりも大きければ、x 分の sin x のスモール n 乗と0の距離がイプシロンより小さいことを表しているわ。イプシロンには正であるという条件しかないから、その絶対値を無制限に小さくすることができる。すべてのイプシロンと書いてあるから、際限なく小さいイプシロンに対しても成り立たないといけないの。10分の1とか1万分の1とかそんなものではなく、もっと小さい、考えられないほど小さな数イプシロンに対しても考えるのよ。また、スモール n についてもラージ n より大きいという制限しかないわね。これも同様に、際限なく大きなスモール n についても考える。この際限のないところが、イプシロンやスモール n の無限性を表しているのね。文の解釈についてはこのくらいにしましょうか。要はイプシロンと x を用いてこのような n を表すことができれば成立が言えるわけね。定の絶対値が1未満なので、このような n を取れば上記の成立を言えるわね。正確には自然数だから、これに近い値を取ればいいんじゃないかしら。例えば床関数や天井関数を使ったりして。このような n を取ると、変形してイプシロンをこのように表せる。もうわかったわね。定の絶対値が1未満であれば、指数が小さい方が値が大きいのよ。だから極限は0に収束すると言えるわけね。
補足。与えられた極限に現れた関数列に一様収束性があるのか確かめましょう。状況を整理するために、関数列 f スモール n と収束先の f を定義するわ。引数 x の定義域を正の実数とすると、その区間上の f スモール n の極限は、x によらずには f に収束しないの。結論だけ言えば、f スモール n は f に一様収束しないということね。一様収束の定義は各点収束のそれと見た目が似ていて、けれど x よりも先に n を決めないといけないの。本当にラージ n の存在を x より先に言っただけね。ラージ n が x に依存した値だと、先に x がないといけない。x が先に固定されていないのだから、ラージ n は x によった値ではならない。つまり、左の議論では一様収束を言えない。これだけでは一様収束の不成立は言えないので、ちゃんと判例を出すわよ。x をこのような関係を満たす値であると仮定すれば、両辺をラージ n プラス1乗してもちろんこれが言えるわけで、スモール n イコールラージ n プラス1の時に定義を満たさない。ちゃんと絶対値 f スモール n マイナス f がイプシロンより大きいと書いてあるでしょう？つまり、どんなイプシロンに対してもラージ n が存在するけど、一部の x やスモール n においてスモール n 大なりラージ n ならば絶対値 f スモール n マイナス f 大なりイプシロンを満たしてしまった。よってこれが判例であり、一様収束はしないと言えるわけなの。以上のことから、関数列 f スモール n は定義域内の各点で例に収束するものの、一様に収束するわけではないと分かった。どの点でも例に収束するのに変な感じよね。今日の授業はここまで。私の話が面白かったら、動画の高評価やチャンネル登録をしてちょうだい。コメントも待っているわ。では次の動画でお会いしましょう。またね。